を実際に使ってみた。すごく肌の調子が良かった。これが、実際に持ったら盗難リスクが上がる。スケジュールを立てるのがしやすかったっていう。皆さんこんにちは、タソです。今回の動画ではパリ・バルセロナ7泊9日の旅の振り返りをしていこうと思います。1つ目は今回の旅で使ったスーツケースを実際に使ってみた感想、レビューをお伝えしたいと思います。そして2つ目は今回の旅に持って行ってよかったもの、反対に持って行っても使わなかったな、持っていく必要はなかったかなっていうふうに感じたもの、私タソとあと夫それぞれで選んだので、そちらを紹介していきたいと思います。そして最後3つ目は今回の旅に向けてやってよかったこと、やらなくて後悔したこと、次の旅ではこうしたいなっていうふうに思っていることをお伝えしていきたいと思います。このチャンネルを見てくださっている方の中には、これから海外旅行に行きたいな、行こうかなっていうふうに思っている方もいるかと思うので、私たち夫婦なりの感想や意見にはなりますが、参考にしていただけたら幸いです。それではまず最初に私たちが今回の旅で使ったスーツケースの感想をお伝えします。で、私が今回の旅で持って行ったのはデルセーパリのスーツケースです。パックウィズミーの動画でもご紹介しているので、ぜひそちらも見ていただきたいんですけど、実際に使ってみた感想としてはローラーが本当にスムーズだったので、すごく動き回りしやすかった。すごく持ち運びがしやすかったです。ケース自体も軽かったし、デザインもシンプルですごく気に入っているので、何の問題もトラブルもなくて、すごく使い勝手が良かったです。7泊9日の容量としては、お土産とか入れるってなると若干ちょっと容量が足りないかもっていう風に思いはしたんですけど、結局預け荷物の重量制限を考えると、これ以上サイズが大きいと多分その重量オーバーになってしまうぐらい荷物を入れちゃうことになるなっていう感じだったので、これぐらいのサイズが私にはちょうどいいんだろうなっていうふうに思いました。実際にお土産買った後もうこのスーツケースで21キロとかだったので、結論としてはマイナスポイントが本当になくて、値段も手に入れやすい価格だったので買ってよかったと思っているスーツケースです。夫のスーツケースはフリークエンターというところのスーツケースなんですが、それについて感想をもらってます。噂通り静音性は20ということで、確かにすごく静かでした。スーツケースの重量も軽くて持ち手も持ちやすかった。気になったところが少しあるっていうことで、ケース自体がそれほど頑丈な感じではないので、いつまで使えるかなっていうその耐久性のところが若干心配があるかなっていう感じみたいです。フリークエンタのスーツケース確かに結構柔らかいので、それが逆にクッション性があって割れにくいとかっていうところもあるかもしれないんですけど、耐久面でどうなんだろうっていう感想が少しあるみたいです。で、もう一つ気になったのが、内部のケースの両面にメッシュカバーがあった方が便利と、なくてもそれほど問題ないけど両面にあったら嬉しいなっていう感想ですね。フリークエンターのスーツケースもデルセンのスーツケースも片面に、メッシュカバーがついていて、もう一つはゴムバンドでクロスして留めるような感じなんですけど、今回夫が買ったフリークエンタのスーツケースのサイズはかなり大きいので、ゴムバンドで留める感じだと隙間からボロボロ荷物がこぼれちゃうかもしれないですね。なので両面メッシュカバーだったら確かにありがたいなっていうのはわかる気がします。スーツケースとしてはこの7泊9日
特に何のトラブルもなく2つとも無事に綺麗に帰ってくることができたので、私たちと同じように7泊9日とかでヨーロッパ旅行に行く方には問題なく使っていただけるスーツケースだと思います。持っていてよかったものをご紹介したいと思います。私は大きく3つ選びました。1つ目がスキンケア、フットケアアイテムです。これはそこっていう風に思う方もいるかなと思うんですけど、スキンケアとフットケアをちゃんとしたことでこの度7泊9日もう最後までしっかり楽しむことができました。まずスキンケアなんですけど、持って行ってよかったなっていう風に思ったものが酵素洗顔料とジェル洗顔料の2つです。ここに持って行った酵素洗顔料の写真は載せておくんですけど、旅行中の夜はこの酵素洗顔料を毎晩使っていたんですけど、使った後本当に肌がツルツルになって、旅行中もすごく肌の調子が良かったんですね。で、もう一つのジェル洗顔料がこちらなんですけど、このジェル洗顔料は普段から愛用していて、もう使い心地の良さは知っていたんですが、旅行中も朝の洗顔に使っていて、いつも通りのスキンケアルーティンができたのが良かったなと思っています。旅行中7泊9日の間、肌荒れによるメンタルストレスっていうのがなかったので、すごく旅行を楽しむことに専念できたなというふうに感じています。これは持って行ってよかったなっていうアイテムでした。で、もう一つスキンケアアイテムで持って行ってよかったなっていうふうに思っているものがフェイスマスクです。今回私が持って行ったフェイスマスクは、ここに写真を載せておくんですけど、 VT のフェイスマスクを2種類持っていきました。ヨーロッパは日本に比べて乾燥しているっていう風に聞いていたので、その乾燥による肌荒れが起きないように朝夜、どちらもフェイスマスクを使って保湿をしっかりしていました。そのおかげで寒くて乾燥しているのは感じていたんですけど、肌自体は全く乾燥トラブルを感じることなく過ごすことができたので、フェイスマスクは持っていってよかったなというふうに感じているアイテムです。そしてフットケアアイテムで、今回私は2種類のフットケアアイテムを持っていって、1つが休息時間というフットケアシートと、もう一つ足メグという足裏専用のシートを持っていって、これを毎晩足に貼って寝るようにしていました。夫も私も2人ともそれをしていたんですけど、これが本当に、足の疲れをしっかりとってくれて、毎日結構かなりの距離を歩いていたんですけど、いつもだったら足痛くて翌日疲れたっていう風になってるところが全く疲れなく、足も軽く次の日もたくさんの距離を歩けたので、これ足裏シートをちゃんとやってたからだなっていう風に結構その効果を実感して感動しました。次もし旅に行くとしても、このフットケアアイテム、フットケアシートは必ず持っていくだろうなっていう風に思うぐらい効果を実感したアイテムでした。続いて、私が選ぶ2つ目の持っていてよかったアイテムはネーエのトラベルポーチです。これが、実際に持っていったネーエのトラベルポーチなんですけど、サイズ違いで大中小と3つがセットになったものを私は購入しました。このトラベルポーチのおかげでスーツケースの中がごちゃごちゃせずにしっかり整理整頓できたなっていう風に感じています。生地自体はすごく、柔らかいというか、ウィンドブレーカーに使われているような感じのつるんとした生地なんですけど、これがね全くほつれることもなく結構丈夫な感じなのもすごく使っていて良かったです。そのスーツケースの中ってお土産とか買うと結構スペースが、どんどん狭まってくるんですけど、これがクタクタで変形できるからこそ隙間にギュッとこれは詰めちゃうとかっていう風にすることもできたのがすごく使い勝手が良かったです。今回7泊9日のヨーロッパ旅行に行っていたんですけど、ちょっと7泊9日分の洋服をこれだけで仕分けるには容量が少ないかなというふうに感じます。なので私も他に圧縮袋も使って服は持って行っていたんですけど、ただ2泊3日とか人によってはもう3泊4日とかでもこの3つあれば衣類は全部
仕分けられるかなっていう人もいるかと思うので、これすごく便利でおすすめなアイテムです。夫にも持って行ってよかったものをいくつか聞いているので、ここでご紹介したいなと思います。まず1つ目がエアタグですね。パッキング動画でもご紹介したんですけど、これをつけておいたらその荷物が今どこにあるのかっていうのを把握できる。これがあることで空港にちゃんと荷物がついているかを確認できたので安心できたということです。で、あとパスポートを入れていたポシェット、これですね。パスポートやお金とかを入れて首や肩にかけられるポシェットです。これを私たちは今回それぞれ1人に1つずつ買ってパスポートケースとして使っていました。肌身離さずパスポートを持てたし、それほど邪魔には感じなかったっていうことです。そしてもう一つ、持って行ってよかったものが本デジですね。夫はリコーの GR3 を持って行ったんですけど、理由は、大きなカメラは目立つから盗難リスクが上がるよねと。でこれならいつでもしまえるし、いつでも取り出せるし、目立ちにくいので、盗まれるリスクが、低いんじゃないかなということで選んだようです。次がスマホストラップ。スマホをいつでも身につけておけるので安心だったということで選んでました。私も今回この旅用にトポロジーのストラップを買ったんですけど、これ確かにかなり便利でした。スマホを肌身離さず持てるし、すぐスマホを取り出したいっていう時にもバッと持てるので、すごく便利だったなっていうふうに思ってます。で携帯ぐらいの重さなら首にかけていても全然疲れないので、このストラップも確かに持って行ってよかったなっていうアイテムの一つです。であとはウルトラライトダウン、ユニクロのウルトラライトダウンですね。これも持って行ってよかったアイテムにピックアップしてます。で理由は、体温調整しやすかったと。パリが結構日によって気温差が大きかったので、このウルトラライトダウンが一つあると、今日はコートの下に着ておこうかなとか、歩いていてちょっと暑いからもう脱ごうかなっていう体温調整がすごくしやすかったので、持って行ってよかったアイテムです。もう一つ、海外電圧対応の延長タップ。パッキング動画の中でも紹介したんですけど、海外の電圧に対応した延長コードを一つ持っていきました。理由は充電するデバイスが多かったので役に立ったと。私たちカメラを4台持って行っていたし、あと携帯もそれぞれ1台ずつで2台あったしっていうことで、かなり充電するものが多かったので、延長タップがないと充電しきれなかったかもしれないです。その次にナンバー付きクレジットカードが役に立ったというふうに挙げています。そうね、あってよかったなっていうアイテムですね。というのも、私もナンバーレスカードを持って行ってたんですけど、買い物自体はナンバーレスカードで全然対応できるんですけど、ホテルとかでクレジットカードのコピーを取りたいっていう風に言われた時に、ナンバーレスカードだとクレジットカード番号をコピーできないので、番号付きのクレジットカードはないかっていう風に言われたのが2回ほどあったので、その時にもう一つクレジットカードを持っていたのでなんとか大丈夫だったんですけど、ナンバーレスカードだけだと確かにその時大変だったのかなというふうに思うので、クレジットカード番号が書かれているカードを持って行っておいてよかったなっていうふうに思います。以上が夫の持って行ってよかったものアイテムでした。続いてが、今回の旅では持っていかなくてもよかったかなというもの、使わなかったなっていうものもご紹介したいと思います。私が選んだのは1つ目、セキュリティワイヤー一体型ダイヤル錠。これパッキング動画でもご紹介したこちらのアイテムになります。これは今回の旅ではちょっと出番がなかったなというアイテムです。でもともとこれはカフェとかで休んでる時に荷物が盗まれたりしないように、椅子とかテーブルとかと荷物を一緒にくくりつけて使おうかっていう風な意図で持って行ったんですけど、カフェでは膝の上にバッグを置いておいたら基本的には取られる心配はなかったので、ワイヤー錠を使う場面がなかったです。
もう少しその治安の不安な地域とか、場面があった場合にはこのダイヤル錠が結構お役立ちアイテムだと思うんですけど、今回の旅ではちょっと使わなかったかなという感じでした。そしてもう一つ今回の旅で使わなかったなっていうものはポケトークです。フランスもスペインもどちらもスタッフさんは結構英語を話せる方が多くて、意思疎通は基本英語でなんとかなったので、ポケトークを使って言いたいことを伝えたりとか、相手の意図することを確認したりとかっていうことが必要な場面がなかったので、今回はちょっと活躍する出番がなかったアイテムでした。国や地域によっては現地の人が英語はあまり使わない場合だったりとか、私たちもその国の地域の言葉を使えない場合にはきっとこのポケトークがあったらすごく便利なんだろうなと思います。この2つかなが私が今回の旅で、使わなかったかなっていうふうに思っているものです。夫が今回の旅で使わなかったかなというふうに思ったアイテムをご紹介します。どっちも私と一緒ですね盗難防止ワイヤーとポケトークを使わなかったなというアイテムとして挙げています。で、盗難防止ワイヤーに関しては、むしろカバンのファスナーが開かないようにするもう南京錠だけのもので良かったかなっていうふうに感想を残してます。これはもう夫婦揃って使わなかったねっていう感想が一致しました。はい、では次にこの旅に向けてやってよかったことをご紹介したいと思います。私は2つあります。1つ目が観光地の事前予約ですね。今回ベルサイユ宮殿とか、あとルーブル美術館とか、いくつか観光地に行ったんですけど、いずれも日本にいるうちに全て事前予約をしていきました。で、事前予約をするとメールなどで QR コードが送られてくるので、それを紙に印刷したりとかスマホにダウンロードしておけば、当日その QR コードを見せればスムーズに観光地に入場することができます。これをやっておいたことで、どの観光地も特に当日スタッフの方とやり取りする必要がなかったので、すごく楽でした。予約時間っていうのが決まっていたので、その時間以外にじゃあ何をしようか、どの辺りを観光しようかっていうスケジュールを立てるのがしやすかったっていうのがあります。事前予約は英語やフランス語のサイトがほとんどだったんですけど、調べてみるともうその予約方法を日本語で解説したサイトなどもたくさんあるので、それを見ながら予約していけば問題なく予約できると思います。今は人気観光地は基本的に事前予約を前提としていたりとか、当日のチケットはもう何時間も並ばないと買えないとか、そもそも当日券は売ってないとかっていうところも多いので、思いつきで行けたらいいんですけど、行けない場合も結構あるので、事前に調べておくっていうのが大事かなと思いました。2つ目のこの旅に向けてやっておいてよかったことは、タクシー配車アプリのインストールです。これは本当に助かったんですけど、私たちはパリの途中でバルセロナに行って1泊2日で旅行を楽しんできたんですけど、パリからバルセロナに移動する時に RER っていう電車で移動していたんですが、その電車が車両のアクシデントかなんかで途中で止まってしまって、もうこっから先行けないので、この駅で降りて別の交通手段で移動してくださいっていう風に電車を降ろされてしまった事件がありまして、バルセロナ Vlog の冒頭でも記録が残ってるんですけど、で降ろされた駅でタクシーを捕まえようと思ったんですが、スタッフの方がこの駅にはタクシー乗り場はないから自分で自力で捕まえてっていう風に言われてしまって、で結局そのダウンロードしておいたタクシー配車アプリ、私たちは G7 っていうものですね、このアイコンのアプリを事前にダウンロードしていて、これを使ってタクシーを呼びました。このアプリで呼んだタクシーに乗ってなんとかギリギリ空港に到着することができて、バルセロナに向かうことができたっていう経験があるので、本当にこのタクシーアプリをダウンロードしておいてよかったなっていうふうに思っています。ただその呼んだタクシーと出会うのに相当苦労しました。多分45分ぐらい、もうちょっとかなぐらいタクシーを探し回ってました。
その時その電車がアクシデントで止まってしまって、その電車に乗っていた人たちがみんなこぞってタクシーを呼んで移動しようとしていたので、駅前がかなりタクシー待ちの人で混雑していたっていうところがあって、タクシーアプリにここにタクシーが止まってますよっていう風な位置情報が表示されるんですけど、そこに自分たちが呼んだタクシーが見つからなかったんですね。そのタクシーアプリに記された場所と実際にタクシーがいる場所っていうのが全然違って、なかなかタクシーに出会えなかったっていうトラブルがありました。でそれで1台目は結局出会えなさすぎて連絡も取れなかったので自動キャンセルになってしまって、2台目は夫も私も走り回って近くの通りをうろうろしている中で、夫がようやく私たちが呼んだタクシーを見つけることができて乗ることができたんですね。なのでそのタクシーアプリは便利なんですけど、その状況とか場合によってはタクシーにすぐに出会えないパターンもあるので、それにタクシー配車アプリで呼んだタクシーはやっぱりそれなりにお値段もするので 100% 使い勝手がいいっていうわけではないんですけど、これがなかったらバルセロナに行くことはできていなかったので、もう緊急事態に備えた準備としてはやっておいてよかったなというふうに思っています。次は夫バージョンですね。やってよかったと思ったこと。1つ目は、eSIM を入れておくこと。理由は SIM の入れ替えの手間がなくなるのと SIM をなくす心配がないので、その点が安心だったと。で追加購入も簡単にできるっていうところも良かったようです。eSIM を事前に買っておけば現地に着いた時にちょっとスマホで設定を変えるだけですぐにネットもつながったし、 eSIM おすすめです。今回私たちが旅で利用した eSIM はこちらですね。載せておきます。本当に通信環境も何も問題なくスムーズにつながったので eSIM は良かったなと思います。私たちが今回購入した eSIM は電話番号がついてないプランだったので、電話番号が欲しい人は、それ付きのプランを購入する必要があります。もう一つが Apple Wallet へのクレカ登録ですね。で Apple Wallet にクレカを登録しておくと Navigo っていうフランスの交通系 IC カードがスマホで購入することができるので、 Apple Wallet にクレカを登録しておくと便利だと思います。私がしていなかったので、この Navigo を券売機でカードで買わなきゃいけなくなってしまったんですけど、夫はもうホテルで Apple Wallet をちゃちゃっと操作してるだけで購入できたので、とても簡単そうでした。以上が私と夫のやってよかったことでした。最後にこの旅で後悔していること、こうした方が良かったかな、次旅に行くならこうするかなっていうことをご紹介します。私の場合は後悔してるってわけではないんですけど、今回の旅は結構観光地をいろいろと巡ったので、ショッピングとかグルメとかにあまり時間を割くことができなかったなっていうのが一つ心残りではあります。なので次もし旅に行くなら、観光地も、巡りたいけど、その自由時間もしっかり取れるようなスケジュールを組みたいなっていうふうに思っています。夫がもっとこうした方が良かったなっていうふうに思ってること、飛行機での乾燥対策をちゃんとやっておけばよかったっていうふうに書いてますね。帰りの飛行機でちょっと喉をやられてしまったそうなので、水分補給とか喉飴とかマスクとかを、しっかりやっておいたらよかったっていう後悔があるみたいです。もう一つ、機内での過ごし方で電子書籍を持っていけばよかったなっていう風に挙げてます。機内ではネットが使えないので、スマホとか iPad とかパソコンとかに電子書籍とか、あとはドラマとか映画とかをダウンロードしておけば見れるんですけど、そういった娯楽の準備ですねをもうちょっとちゃんとしておけばよかったなっていう後悔があるみたいです。我々夫婦の考える今回の旅で後悔していること、次の旅では、こうしようかなっていうふうに思うことでした。はい、以上が今回の旅行の私たちなりの振り返りでした。これから旅行に行く方ですとか、旅行に行きたいなっていうふうに思っている方の参考にしていただけたら幸いです。ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。それでは次の Vlog でお会いしましょう。タソでした。